はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は恋愛や人間関係、そして新しい出会いを求めている方にぴったりの動画になります。この年末年始とかクリスマスとかお休みが多い期間ってね、誰かとの関係性ぐっと近くなったり、少し距離ができて寂しくなったりっていうことでいろいろ動きやすいので、今気になる方がいるとかパートナーがいらっしゃる方に関してはこの年始までの動き、どんな関係なのかなっていうのを見てみます。そして新しい出会いが欲しい方に関しては少し時間を延ばして2月末までに新しい出会いがあるかどうかっていうのを見てみますね。よろしくお願いします。まずはじゃあパートナーや気になる方がいらっしゃる方との関係を見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。まず関係性はっていうとワンドのページですね。はい、ちょっと後で解説していきますね。はい、そうですね。まず気になる方との関係性って言った時に、今のエネルギーっていうのはワンドのページということで、何かが少しずつ動き出そうとしているっていう感じです。お互いがお互いの一歩を踏み出そうとしているみたいな感じがありますね。これはとても躍動感もあって、動きが出てくるなって感じでいいんですけれども、ただ天秤座の皆さんがそれを起こすわけじゃないんだなという感じがしていまして、ちょっと変な感じなんですけどね。なんだかこの関係性って見た時に、少し前に相手の状況が非常に良くなかったみたいなんですよね。これ体調が悪かったのか、もしくは何かまるでその相手の方の置かれてる状況っていうのがすごくチャンスが来たとか、何か大きな波がやってきてる感じがして、その波を越えるのに必死で、少しこの天秤座の皆さんへの配慮がなかったとか、天秤座の皆さんに対しての気遣いやエネルギーっていうのを注げなかった。自分自身の大きな波に対処することがまず優先。この波に乗ってから天秤座さんを迎えに行こうとか、それをこなしてから落ち着いて改めて余裕を持って天秤座さんの手を握りたいみたいな感じがあったんですけど、そうできなかったっていうことにそのことによってなんだか少しトラブったのかなみたいな感じがあり、天秤座さんは天秤座でああもうダメなんですねみたいな、そういう勝手にこのストーリーをダメなストーリー、うまくいかないストーリーっていうものを自分の中で思い描いて、ああもう分かりました、もういいですみたいに手放そうとした感じがしますし、もうその別れとか別れないとかではなく、もう考えない、もうこちらからはもう何もしませんとかいう感じで、相手が動くまでも分からないんだから、もうそのことを考えませんっていう形で気をそらしていたっていう感じがするんです。で、気をそらされていることに対してまた相手もどうしようもないから、何もできないから、それでなんていうのかな、へこんでいたっていうか落ち込んでいたっていう感じがあるんですけど、でも時が来れば分かってくれるとか、起死回生だみたいな感じで相手がちょっと動き出す感じがするんですよね。ここで運命の輪が出ているので、その時が来たらやっとちゃんと話せるとか、ちゃんと向き合えるとかっていう感じです。でも今の天秤座さんっていうのは相手のことあんまり考えてない、はいはいはい、もう分かりましたみたいな感じで置いてる感じです。だからもういいっていう感じね。だけどなので少し何かこの関係性っていうのが本当に向き合って温かく育っていくまでにはもう少し時間がかかるんだなって感じはします。注意されてる、ちょっと見てみようかな。先にちょっともう少し深掘りしてみます。相手は本当のとこどう思ってんのって言ったら、トラブルっていうのがあって、どうしても自分の求めるものと相手の求めるものが違うとか、相手が求めてるものにこちらのどんなに頑張ったところで応えてあげられないみたいな、そんな感じがあります。今の自分を理解してもらうしか仕方がないんだみたいな感じがあります。でも天秤座さんはって言ったら、もっとコミュニケーションを取りたいんだと、もっとそのお互いの状況とか気持ちとかそういうのをちゃんとシェアできれば、価値観が違ったって時期的に大変な時だってお互い支え合っていけるのに、勝手に殻にこもって勝手に殻にこもってるように見えたり、また自分を
なんか入れてもらえなかったみたいな、なんかそういう感じもあり、もう私ができることはないみたいな感じでこう烙印を押したって感じがするんですけど、まだお互いに気持ちあるよなみたいな感じですよね、これ。なんかね、置いてかれたみたいな感じがするんですよ。天秤座さんからしたらね、全然置いていってるわけじゃないけど、感覚的にそう感じてしまう。だってその相手の人のなんか状況っていうのは非常に今大きなチャンスが来ていて、それを超えなきゃいけないみたいな、なんかそういう時なんですけど、天秤座さんからしたらなんかもう裏切られたのかなとか、別に結局私以外に大事なものがあるんですよねみたいな感じがしてなんかもう少しこうね、感情がお互い通じたらいいなとは思うんですけどね。ちょっとどうしたらいいのか対策見てみましょうか。お互いに特別意識があるんですよね。そうね、ちょっと待ってねなんかね、自分のことをもう少し意識しましょうって感じで言われてます。ここでも出てるんです。気をつけてほしいことが、自分に価値がないからっていうふうに決して思わないでくださいねって感じなんですね。例えば相手の人生のなんか大きな波が来て、そっちに精一杯ってなった時に、私よりもそっちが大事なんだなっていうふうに思いそうになるけど、その自分の価値とその人生の大きな波っていうのを比べられないから、そこで私よりそっちを選ぶんですねみたいに思ったり、なんかもっと自分を特別扱いしてほしいっていう気持ちになったりっていうことで、なんかすごく自分がいかに特別な存在かっていうものを証明してほしいみたいな欲求がなんかちょっと出てきてる感じがするんですけど、それは相手に特別な人間だと認めてもらうんじゃなくて、自分で自分のことを特別な人間だというふうに思ってくださいっていうのが対策だったんですね。相手の頭の中までコントロールできないから、自分で自分を私は特別な人間だ、なんていうか、別にエゴイスティックになることではなくって、誰しも自分は特別な人間じゃないですか、ここに命がある以上ね。その自分が何かのご縁で関わったわけだから、相手にとってももちろんいい影響があるし、自分にとってももちろんいい影響がある。もうそれが全てだぐらいの感覚で思ってみてほしいんです。そこに何かこう余計なネガティブなストーリーっていうものをこう乗っけて、どうせ私はみたいな風に思わないでねって、あなたは特別な存在なんですよもともとっていうのを言われています。ちょっとこれからのね可能性見てみましょうか。ここでソードの2っていうのが出ているので、ちょっとね視野を広げましょうっていう感じかな。どうしてもこう考えすぎると視野が狭くなったりして、なんかもうこれしかないみたいな、ここがクリアにならないと私はもうこの先見えないみたいになりがちなんですけど、まずは視野を広げるということと、あともともとのソードの2の意味っていうのはすごく均衡が取れているとかバランスが取れているっていう感じなんですよね。なので実は真実が見えてないかもしれないので、感じてみましょうって感じかな。こう相手が何を言ってくれたからとか、相手がこんな行動をとってくれたからって、その自分が特別な存在だという証拠探しをするのではなく、自分の中にどれぐらい相手に対する思いがあるかなとか、感謝の気持ちがあるかなとか、愛情があるかなっていうのを感じてみてほしい。そして自分の中でバランスをとってほしいって感じがしました。そうするとまた何かのきっかけで誘いが来るよみたいな感じ。ここでも一応相手は動く気があるんですよね、タイミングが来れば。なのでタイミングを見計らって連絡が来たり誘われたりっていうことはあると思います。ここでもマジシャンの逆が出てるので、したいけどまだできないんだみたいなね。でも今一番言われてる可能性として、2人のエネルギーっていうのはワンドのページで、ここからちょっと動きが出てくるんですねって感じがあるので、今感じてらっしゃる天秤座さんのこのネガティブなストーリーとは少し違う展開になっていくような気がします。はい、という形で大丈夫でしょうか。もし何かしらなんかちょっとは参考になったかなという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。じゃあここから来年新しい出会いがあるかどうかっていうのを見てみますね。新しい出会いね、来年の2月末ぐらいまで。はい、見てみます。一緒に見てみましょう。お願いします。ソード10逆、バンド4、バンドの10、そして運命の輪、カップ8逆、忍者逆、ペンタクスの7。はい、
そして気をつけることや対策が、ワンドのナイトの逆とソードのページの逆、そしてオラクルはカップクイーンです。恋愛をする準備はできてますかみたいな感じですね。すごく混ぜてる時も思ったんですけど、やっぱ天秤座さんは本気で恋愛がしたければできる宇宙の流れがあります。本気でやりたければ自分を許可しさえすればって感じね。そのタイミングが来るよって感じだし、十分整っているならば、自分が準備できているなら恋愛できるよとか、新しい出会いによって自分の心は潤うよって感じで言われてるんですね。ただここに至るまでがかなり結構レッスンがあるなって感じがあり、誰だったっけな、名前忘れたけど愛するということという本を読んでほしい感じがしますね。恋は勝手に落ちるもんじゃないと、自分で訓練して愛することを学んでいくんだみたいな、そういう本なわけですけど、このカードで見る限りやっぱり出だしがソードの10っていうのは、本当にもう傷つきたくないんだと、もう穏やかでいたいんだとか、揉めたくないんだみたいな、そういう気持ちがあります。でももしこれまでの関係性の中でもうそれで疲れちゃったよっていう方は、もうそれを経験したわけだから、もうそれを学んだ自分っていうのは、ここからね新しく穏やかな関係を作っていく準備ができてるんだっていうふうに思ってほしいんです。障害も特にないんですよね。ここから穏やかに、関係性を作っていこうと思えば作れますよっていうふうに言われてるんです。これまではちょっと頑張りすぎたかもしれないけれど、そして今その扉が開こうとしている。これは今運命の輪のカードが出ていて、これ星とも一致しますね。今ちょうど恋愛いい時だし、年明けもいいし、1月2月も全然いいですから、恋愛にとってはめちゃくちゃねポジティブなエネルギーがあるので、扉は開かれています。どれだけ風が吹いても自分が心を閉じてたらね、その運っていうのは使えないけど、じゃあ許可してみよう、今のこの自分を見せてみよう、相手を受け入れてみようっていうふうにすると、それ出会いは全然ありますし、むしろこれから出会う人っていうのは本物の人がいいみたいな感じがあってね、ステータスがあるとかそういうんじゃなくて、自分の気持ちをちゃんと分かってくれる人とか、自分の痛みをちゃんと分かってくれる人がいいみたいな感じで、非常に精神的なつながりっていうのが深く出ています。そしてそんなにガツガツ探してるわけじゃないんですよね。ここでもやっぱり忍者の逆が出てたりとか、ペンタクスの7なので、まずは言われているのは、天秤座さんまず自分の心を自分で穏やかに保ってくださいねっていうふうに言われています。そしてそれができた上で普通の生活を営んでいける、毎日をきちんとこなしていると、出てくるその人の良さっていうものにちゃんと気づけますよっていうふうに言われてるんです。ここでやっぱりワンドのナイトとかソードのページっていうのが出てるんですね。まだ逆位置なんですけれども、ということはやっぱり関わる人っていうのは出てくるわけです。すごいビジネスマンだったり、結構行動力のある人も出てくるかと思いきや、なんかちょっとインテリなちょっとマニアックなインテリな人とか、頭のいい人でもあんまりコミュニケーション能力がそんなに高くないみたいな、そういう人も出てくるかもしれませんし、ただそういう人と関わったところで本当に自分が恋愛をする許可を自分が出していれば、その人の中のいいところでだんだん自分が溶けてくるって感じになるんですね。なのでさっき冒頭で言ったみたいに、なんか突然恋に落ちてときめくとかそういうんではなく、自分が誰かを愛する能力を高めていく、その努力を自分でしなければならないみたいな感じなんですよね。だから一般的にはよく傷つきたくないから本当に愛してくれる人だけを探すみたいな感じになって、防衛で全然相手に自分を見せてないっていう、それってチャンスを失ってることでもあるので、せっかく扉が開かれてるわけですから、そこは自分でハートを開いていく、相手を信じていくとか、相手と関わっていく、相手に興味を持っていくっていうふうにしてると、少しずつ溶けていくなって感じがあるし、この出てくる人のいいところも少しずつ感じていくなというふうに思います。ただオラクルがやっぱりどうぞ愛されてくださいっていうふうに言われてるんですね。どうぞ受け取ってくださいっていうふうに言われてるので、それを自分でいかに許可するかなんですけど、私許可してるつもりだけどなって思っても意外と許可してないんですね、深いところでは。なので本当に許可できますか、本当に大丈夫ですかっていうことを自分に問いかけてみてほしいんですね。それがキーポイントな気がします。それができれば全然出会って温かな気持ちや愛される気持ちや愛する気持ちっていうのも出てくるんじゃないかなと思います。2月までにぜひ許してくださいね、ご自身を。もう一枚オラクルカード見てみます。
これかな。いいじゃないですか。このカードどうですか。何か感じることがあれば皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。恋愛がねちゃんとうまくいくように、ちゃんと安全ですよって、あなたの恋愛は安全ですよって言われてるじゃないですか。まさにね、さっき言ったことと同じことが書いてあるって感じで、とてもいいので、なんていうかな、とても守られている。やっぱ宇宙の流れ的にもそうだし、カードでもそうだし、またオラクルカードでもそう同じことが言われてるんですね。なのでぜひこうハートを開いて、自分の情熱っていうものを自分で認めて、誰かに与えることもそうだし、受け取ることもしてくださいっていう感じです。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよって方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた来年前半のね全体の動画っていうのをまたアップしていきますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。